ということで今日は DJ 京子さんに来ていただいてトークセッションの方始めたいと思います。花魁からお送りしております。京子さん多分インタビューといっても多分相当な数こなされてると思うんで、最初にインタビュー決まった時にあんま聞かれたことないことの方がいいかなとか思ってたんですけど、何話そうかな。京子さん最近エイブルトンライブとかって使うことありますか？そうですね、それなりに使ってて、いつもミックスを作るときエイブルトンで作ってるから、そうですね、今新しいのを作ってるから。はいはい。そうなんですね。それはもうちょっと今予告しちゃっても大丈夫な。もうすごい告知、むしろ今日は告知しに来たと言っても過言ではない。素晴らしい。はい、皆さん要チェックです。一応年内に。年内。じゃあ基本的にミックスはもう、アレンジメントビュー使って2トラック作って組み合わせていくみたいな感じでいつも作ってます。そうですね。でもそうだね、結構レコード最初作ってた時はレコードだったから、そっか。なんか直撮りというかミキサーにつないで撮ってたけど、はいはいはい、CD になってから結構ずっとエイブルトンでやっちゃうかも。なるほどなるほど。結構じゃあミックス作ってても編集がしやすかったりとかって感じます？やっぱ一発撮りの良さはとてもあるけど、編集できるとやっぱオフィシャルのミックス作る時に結構なんか曲が結果ダメだったりとかしたり、なんだろう、試しにやってみるのが結構楽だから。消しゃいいですもんね、変なの入れちゃった時には、そうだね。あとループとかもできるしね、楽かなと思います。なるほどなるほど。じゃあ結構エイブルトンライブ歴はずっとじゃあ使ってる感じ？そうですね。なるほどなるほど。だからなんだ、チュチュチュのシリーズはもう全部エイブルトンで撮ってたかな。そうなんですね。なんか京子さんバンドもやってますよね？はい、ザパッとやってます。バンドに関してはそうです。録音も全部一発撮りだから。そうなんですね。レコーディングスタジオでマイク立てて一発でベンって撮ったから。パラで撮らずに、もう一斉にみたいな。マイクだけ、コーラスとか別で撮ってるけど。はいはいはい。なるほど。何も介してないっていう。それすごいっすね。最近ライブやってます？バンドの方。なんかぼちぼちやってたんだけど、最近ちょっとうちは相方が自分のバンド、他のバンドが忙しいから、ちょっとなんかしばらくあんまりライブは入れれてないけど、夏頭ぐらいまでは結構やってたかな。そうでしたよね。月1、2本ぐらいとか。じゃあバンドも結構やっている中 DJ も並行してやられてて、どうすかDJ やってる時とバンドをやってる時の自分のマインドの差とかって結構あったりするもんです？今日歌ってますよね、シャウトして。歌ってるというか叫んでるというかマインドの違い、なんか多分オーディエンスからすると、DJ やってる時の京子さんとシャウトしてるバンドでの京子さん全然多分イメージ違うと思うんですよ。私も一回ニューダイブで出てもらった時とかもちゃんと見た時にやっぱり全然違うなと思って、すごい衝撃だったんですけど、やってる時のなんか緊張感だったりとか役割じゃないけどやっぱ違いますかね、ムードというか。そうだな、どうなんだろう。なんかどっちも私結構緊張するタイプだから。DJ の時緊張してます？全然見えない。ステージに立てば平気なんだけど、そこまでの過程は結構緊張してるから。でもバンドの緊張してるかな、どうなんだろう。どっちもじゃあ結構緊張感は常にステージやる時はあってみたいな。
でもやっぱ違うところは酔っ払ってると声が出ない、そうですよね、うん、例えば DJ 中に今までのこの DJ キャリアの中で、こうマイク使ってこう自分の声を発するとかってしたことあります？リリパの朝ぐらい。あったあったあったクリスマスの朝とか、クリスマスの朝、なんか最後だね。はいはいはい、クロージングの時に、ありがとうございましたみたいな。リリパの朝なんて毎回書くの毎回泣いてたもんね。泣きながら喋ってた。そうだそうだ、懐かしいその感じ。確かに朝方の京子さんのマイクちょっと今思い出してきました。でもそれ喋るぐらいは声枯れててもできるから、ご挨拶みたいな、じゃあもう本当にプレイしてる最中にこうピークタイムとかでこうわーみたいなのは全然ない。マイクを通すことはないかも。叫んでる時はあるけど、マイク通さないで、もう自然になんかギャーとかワーとか言ってる方なの私。言ってるんですか？ DJ 中に言ってる。すごい高まってるとギャーとか言ってる。嘘、私見たことないですよまだ。多分あると思うけどね。本当ですか？聞こえてないだけで音に流されて、なんかモニターとかもやっぱ結構出てるじゃない。はいはいはい、そんなに聞こえないと思うんだよね。私が独り言言っても誰も聞こえないですからね、あん中だったら。でも結構最前列とかの人が聞こえてたりする。へえ、その京子さんのシャウトがなんかマイク通してないわーとか言ってちょっとレアな情報をいただきました、今。高まった時に高まった時にあーとか言ってます。それちょっと皆さん DJ してる、京子さん DJ してる時ちょっと京子さん口元チェックしてみるとレアなものが見れるかもしれないですね。いやー結構してるからね。本当ですか？楽しいって言ってたりとか。本当ですか？ DJ 中に結構ね叫んでます。そうなんだ。だから今まで DJ してた中で起きた最大のハプニングとかであったりします？例えば私は昔、どこでやった時か覚えてないんですけど、DJ してたら最初なんか水っぽい水分が飛んできて、なんだろうと思って機材危なと思ってこう見ながらこうやってたんですけど、で、気にせずやってたらどうやら多分オーディエンスの中の一人がドリンクをこうやってるんですよ。でってなりつつ止めるわけにはいかないんで気にせずやってたら、今度は瓶が飛んできて危なくめっちゃ危ないと思って、とっさにこうひょって避けてここにこうバーン当たって落ちたんですけど、これ当たってたら大惨事だったなと思って。それはブーイングで投げられたわけじゃない違うよね。じゃないことを祈りたいですけどね。酔っ払いがなんかスポンといっちゃったみたいな。そうっぽいですね。すごいね、そんなエキサイトしてる人が。今そのベンベンでそのエイブルトンライブをこう教えていこうっていうようなプログラムをローンチしようとしているところなんですけど、結構なんか海外だと割とこう授業でエイブルトンライブ使ったりとかこう作曲をこう学ばせたりだったりって多分日本より結構進んでるところは進んでて、なんかこう今まではこう若い子とかこうちっちゃい子とか楽器をこう、ギターだったらギターでピアノだったらピアノでこう弾いたりとかしてこうバンドへの憧れからこう音楽に入る人みたいな、結構多分多かったと思うんですけど、なんか今はこういろんなメディアとかでもやっぱ DJ 取り上げられやすくなっていって、こう DJ がロックスターみたいな立ち位置になったりすることもこうあったりして、なんかこうこれからその私たちよりも若い世代の子たちって音楽に対してどういう風になっていくんだろうなっていうところで、なんかこう本当に新世代はもうエイブルトンライブをこう使って曲を作ったりとか、
まあライブ使わないにしろこう DTM をやり始める子が増えるのか、それともそのブームとか一回去ってまたバンドブームが来てこうバンドに憧れるキッズたちが増えてみたいな、どうなると思いますこれから？どうなるんだろうね。半々ぐらいじゃない？なんかなんだろう、まあバンドで DTM の要素が加わらないことはないじゃない。生音だけでやるバンドもいるし、それに打ち込みを入れるバンドもいるわけで、なんかそこはあんま変わんないんじゃないかなと。なんかこう多分私が DJ 始めた頃よりも、例えばメディアに出るようなこうアーティストの年齢層がだいぶ下がったりとか、こうフェスに出る DJ の年齢層がすごい下がったりとかしてて、やっぱりこうどんどん下の世代の人たちもそういう DTM だったりとかこう DJ だったりとかそういうのにこうなんだろう追従している人が増えてってんのかなっていうのを見てて最近思ってて。日本のシーン。そうですね、海外結構昔から割とこう、有名なこう好きなプロデューサーがこんな若かったのに結構あるじゃないですか。日本もなんかそういう風になっていくのかなと思って。確かになんかなんだろう、クラブミュージックに触れ合う機会って今の方が多いかな。やっぱりインターネットがない時とかデータで曲が買えない時とかはやっぱり情報を得る手段がすごい少なかったし、それをティーネイジャーがじゃ触れられるか触れられないかはやっぱ運だったりするけど、今は結構そういうのがみんなフラットに情報を受け取れるからやっぱりそういうとこは違うんじゃない。海外とかはやっぱりもうちょっとクラブミュージックに対しての距離が近いと思うし、やっぱ日本だとずっと不良みたいな、クラブ夜遊び悪いみたいな、まあね、そういうイメージもあるから、やっぱりクラブミュージックに触れる機会って絶対海外よりも少ないんじゃないかなって思うし、でもそれがお家で例えばドミューンが普及してたりとか、お家でいろんなものを見れたりするようになるとやっぱりね、なんか得られるものが変わってくるし、そういう風にじゃあこれがかっこいいって思えるティーンエイジャーが増えたりはするんじゃないかな。ですね。じゃあ今の東京のもうクラブだけじゃなくてもクラブに関わらず音楽シーン全体でなんかこう欠けてるものだったりとか物足りなさを感じるものとかってあったりしますか？すごい楽しくていいパーティーだなって自分が思ってもなんか思ったより人が入んなかったりとか自分の中でこれはちょっとなんかどうなんだろうみたいなところに人が入ったりとかがあって、それはなんか何を基準でどうなってるのかがよく分かんなくて、そもそも何が今までどんなものが正しかったかもよく分かんないなって最近思うな。大概こうクラブ行ってる時に感じたことってその後飲んだお酒で忘れちゃったりしますからね。いろんなジャンルがあるし、いろんなジャンルが私は好きだけど、やっぱ何をやることで何をやるにしてもやっぱ好きなことをやるのって楽しいと思うんで、なんか嫌なこととかやっぱ作っててできないとかやりたいことがうまくできなかったりしても嫌いになんないやり方をやっぱりするのが大事だと思ってて、なんかそうだな、楽しんでやってほしいと思います大事ですね、一番、ずっと好きだって思えるようになんか続けていってほしいなと思う。
ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ今日は DJ 京子さんをお招きしてトークセッションでした。ありがとうございました。ありがとうございました。